セクションジオラマ制作動画掛湯温泉駅全7話を1本にまとめました。お時間の許す方はどうぞご覧ください。本日は初めて収納式ジオラマを作っているところをご覧に入れようかと思います。誰にでも家に N ゲージレイアウトを持つための第一歩になる収納式ジオラマの作り方紹介動画です。どうぞ最後までお付き合いください。先日掛湯温泉駅として動画で見ていただいた電吉クラブが一番初めに作ったジオラマなんですけど、なんせこの 1.2mm のプラ板の上に乗っているだけなんです。反対側の商店街も同様で、これだとやっぱり弱いのと、なんといっても始発駅の善光寺駅から作り始めた路線型の樽の屋電鉄のセクションジオラマたちと規格が合わないので、10mm 厚のスチレンボードに 1.2mm プラ板という樽電規格に作り直そうと思います。ダイソーで売っているスチレンボード100円なんですけど、サイズが 450mm×300mm、 これを使います。以前は同じ100円で 450mm×400mm あったんですが、実質上の値上げでしたが、それでも安い材料を探して使っています。このボードの上に作ってあるジオラマをこう貼り付けて、しっかりボード化していこうと思います。さらに樽電規格ではニトリのベッド下収納容器サイズなので、長さが 700mm 取れるんですね。で、これ 450mm ですから、もう 250mm 延長できるので、現在の1面1線の駅から2面2線の電車交換駅に改造できます。掛湯温泉は特急停車駅なので、もう1本線路を増やして両側に Y 字ポイントを追加して、それで全長を 700mm に収まるように作れるといいなと考えました。そうなると、もしかしてここら辺に跨線橋が付けられるかもしれません。では早速ジオラマを載せるボードを作っていこうと思います。こちらのスチレンボード 450mm×300mm になります。ダイソーのサイズですね。これがその寸法です。それを2つ並べて使います。ニトリのベッド下収納容器は縦の内乗り 720mm ちょっとなので、ジオラマサイズは 700mm にしています。ですからもう1枚並べて、こちらは 250mm 位置でカットして、ここまでを使うことにします。で、この幅なんですけど、収納箱は 350mm までいけるので、幅は規定寸法の 300mm のままでいきたいと思います。駅間ジオラマは幅 170mm にして2つ収納するんですが、今回は駅ジオラマなので 300mm で行くことにしました。こちらが前回紹介した掛湯温泉駅ジオラマの寸法です。長さが 422mm で幅が 152mm あるんです。ここに線路がこうあって、で、こちら側には駅前通りがあって、商店街と旅館のユニットがあります。422mm×57mm ですね。こちら側から Y 字分岐で電車交換駅を作って、こっちから Y 字分岐で単線に戻る。そんな風に作りたいと思います。こちらが掛湯温泉駅ですが、プラ板の上に作っただけなので、これを今回スチレンボードの上に貼り付けます。このトミックスの Y 字ポイントはここまでなので、そこにこの先が平行になるように C280-15 カーブレールを2本足してあります。
この長さが 145mm ありますので、こちらを 145mm 確保します。そこに 422mm の液がここに入って、そしたらこちら側にこういう向きで同じ 145mm 分岐線路が入ります。これを全部足すと 712mm ですが、測定誤差もあって正式には 710mm でした。10mm 長いんです。どうしようかなと考えていたところですが、結局ここを 10mm 長めに切って、これを 710mm にすることで 10mm 長くてもニトリの収納箱にぴったり入るので、この寸法で行くことにしました。とはいえ繋いでみたらやっぱり入らなかったでは話にならないので、まずは収納箱に入れてみました。ここの一番端からここで繋いで、あそこで繋いで、かなりギリギリですけど入ることを確認しました。つまり今まであったプラバンジオラマに対してこの辺の部分と反対側のあちらの部分、そしてこちら側のプラットフォームなど面積が増えた部分の造形を足していく作業になります。ではスチレンボードの準備から始めましょう。それではスチレンボード2枚をこうくっつけて、両方合わせて 710mm の長さにカットしたいと思います。これもダイソーで売っているプラスチックなどをくっつけるボンドなんですけど、これをここにこうやって塗ります。スチレンボードは発泡スチロールに近いと思っていたので溶けるかなと思っていたのですが、大丈夫でした。そんなわけでこちら側にも塗ってありますので、これをこのように接着します。裏表とかあるのかな？ないみたいですね。そして裏側になる部分って特に関係ないので、こうやってセロハンテープで補強しております。このように接着部分はなんだかんだ言っても弱いですので、作業中の補強になればと思っています。はい、こんな感じになりますね。そしてここがつなぎ目、最も弱い部分になりますので、ジオラマのプラ板がまたがるので補強されます。そして線路はこちらに寄せて、ここをつらい位置に合わせます。で、全体が曲がってないか見るのに、こことここを端部に合わせます。そしたら線路をしっかり押さえて、ここの位置にボールペンで印をつけます。ホワイトボードまで用意して寸法のうんちくを話していたのに現物合わせなんですかという声が聞こえてきそうですが、あれはホコリ対策のために収納箱に入れるための寸法取りを検討していたんです。電吉クラブでは収納箱に入れることで運搬やホコリ対策を考慮することが最も重要な設計だということなんです。そしてこうやってスチレンボードに現物合わせで 710mm のマーキングをしたらカットします。そしたらさっきの印をつけたところに定規を当てて線を引いてしまいます。こんな感じです。線見えますかね？ここで線を引いた位置が正しいかどうか確かめるのに、線路とジオラマをもう一度置いて安全を見ます。勘違いしていないかとか、ここちゃんと合ってますね。ここを合わせたらこうずらしていった時に線とぴったり合っていることを確認するんです。ほら、大丈夫ですね。これで安心してカットします。とても柔らかい素材ですが、一度に切ろうとしないで何回かに分けてカッターを走らせます。するとほら、まっすぐに切れました。それでは線路をセットしますが、ホーム部分は
S280mm 足す S140mm になります。両側に Y 字分岐ポイントを取り付けて準備します。すると駅のこちら側のスペースはこれしか開かないので、こちら側のホームを置くことを考えると、ここは実質的に使えなくなって建物は置けません。そうなると線路はできるだけこちら側に寄せて、向こう側を少し広めにして何らかの活用することを考えた方がいいようです。ちょっと先日トミックスが40年も前から販売している対向式ホームをここに置く分として買ってきました。これでこの駅が2面2線の対向式の駅に変わります。そうなるとそっちとこっちのホームをお客さんはどう渡るのってことで、今回は古い跨線橋を買ってきました。これに色を塗って使ってみようと思います。構内踏切案も考えたんですけど、特急停車駅なので跨線橋に決めました。対向式ホームは2つ買ってきましたが、1個で足りましたね。それにこれ延長部セットの方を間違えて買ってきたようです。延長部セットはホームが3個入っていて、長さ的には十分なんですが、ホームの端の処理を自前でする必要があります。さあどうでしょう。跨線橋を置くことになると、駅舎のすぐ隣のここでしょうか。こんな感じ。なかなかいい感じですね。ちょっとこの辺りにいる学生さんや買い物帰りの乗客にはどいてもらったり、鉄路柵も一回撤去することになりますが、やっぱりこの辺りがいいかなって気がしますね。当然このプラスチックの色はいただけないので、塗り直しも必要になります。古い駅なので茶色とかグレーとか艶消しで塗ってウェザリングもしたいと思います。樽電の中でも指折りの温泉郷を抱える駅なので、やっぱり構内踏切ではなくて跨線橋にしましょうね。これ鹿湯温泉の駅前なんですけど、ちょうど駅がこの辺にあって、ボンネットバスがこの辺に止まっています。この辺が正面ですね。鹿湯温泉駅ですから、駅の正面はやっぱり旅館がいいなーって思いますよね。こんな旅館、それにこんな旅館も。で、元からある二反田旅館も、この弥生荘も旅館ですから、ここから切って向かって右側にセットして、焦点は真ん中のアーケードから左側に並べるようにしましょう。このようにストラクチャーをどう配置するかを考えるのも実に楽しいひとときなんです。はい、切断してしまいました。こうですね。切り口が少し汚いので処理をしたいと思います。カッターで軽くバリ取りをします。下側もこうやって軽く削ぐようにバリ取りをしてあげます。これで綺麗に取れましたね。そしてここら辺に付着したバリはこのように太めの絵の具の筆などを使って払ってあげると綺麗になるんです。次は旅館と旅館の間に道路を通すことにしました。これは道路になるプラ板です。ここで道路が突き当たって T 字路ができます。昔のことだから道路が少しくねくねしている方がいいですね。ただこの道路の色がスエード調なんですけど、今はもう売っていないんです。これと同じようにするためにどうしようかと思ったんですが、これはどうでしょうか。色は少し濃いですが質感は揃いますね。これ実は400番の紙やすりなんです。
400番の紙やすりをプラ板に貼って道路に見立てることにしました。貼ってからこうやって現物合わせで切断します。でも紙やすり切るとカッターが途端に切れなくなっちゃうんですよ。参ります。はい、できました。微妙に寸法が合わないところは直しますが、こんな感じになります。それではまずは地面を作ってしまいます。移設する筧温泉駅のジオラマが小さいので、スチレンボードが露出してしまう面積には改めて 1.2 ミリプラ板で覆わないといけません。その部分を採寸して切り出す作業になります。地味な作業なので2倍速でお送りしています。プラ板の切り出しが少し複雑な形状になるのでめんどくさいのですが、補強しないと出来上がり強度に問題が出てしまいます。道路側の地面にも重ならないように位置決めしてマーキングしています。プラ板は通常茶色に着色しています。茶色に着色する理由は、この上にバラストを撒いたりフォーリッジクラスターで草むらを表現した時に下が白だと透けた時に不自然になってしまうからなんですけど、今回は道路にするため400番の紙やすりを貼るので必要なかったみたいですね。それでは紙やすりを貼って道路を作っているところを単調な作業なので5倍速のスピードでご覧に入れています。ジオラマ着装したらあとは地道な作業が続きます。ゴム系接着剤はしっかり端まで塗らないと後で剥がれの原因になります。紙やすりを道路にするプラ板に貼り付けてこのような地道な作業が続いていきます。今日はここまでにしましょうか。こうして並べてみると旧ジオラマのスエード調スプレーの道路との色差が大きいので、紙やすりの道路の方に墨入れブラウンを流してごまかせるか試しています。このように廃盤になった塗料の色合わせに苦戦をしているところで今回はお別れです。今回は我が家の地方鉄道樽の屋電鉄の初期作品を現在作成している企画に合わせて作り直す動画の第2弾です。ご覧の作例は筧温泉駅というジオラマで厚さ 1.2 ミリのプラ板の上に作っていますが、これを我が家の現在の規格10ミリスチレンボード足す 1.2 ミリプラ板の仕様に作り直しています。プラ板状に作ったこのサイズの筧温泉駅をこちらのサイズに拡張します。前回は拡張部分の地面をプラ板で作り始めていますので、今回は Y 字ポイントも足して電車交換駅に改造していく様子をご覧に入れましょう。どうぞ最後までお付き合いください。まず 1.2 ミリのプラ板でスチレンボードの補強兼道路を製作しているところから始めましょう。スチレンボードが露出したままだと弱いので、ベース上のすべての部分を 1.2 ミリプラ板で覆います。加工中黒く見える部分は400番の紙やすりを道路に見立てて貼った部分です。これは元々の駅ジオラマの道路を廃盤になってしまったスウェード調スプレーで表現していたので、それと質感を合わせるための苦肉の策です。でも色までは合わないので墨入れブラウンでごまかそうとしています。当然全く同じ色は出ませんが、似た感じになれば仕方ない
と思ってやっています。墨入れカラーをたっぷり塗ってティッシュで拭くを繰り返して作業をしています。廃盤って時々あるんですが、このスエード調スプレーの廃盤はとても痛いです。僕は旧型客車のキャンバス屋根の表現にもスエード調スプレーを愛用していましたから。そんなわけで僕としてはやるだけのことはやったので、ここでベースボードを道路に貼り付けます。こんな感じです。次はトミーテックの旅館を駅前に配置してみましょう。でもこの旅館は見てください。ベースがこんなに厚いんです。実際に N ゲージの人形をここに置いてみると、腰の位置より高い不自然なベースなんです。なのでこれは外してしまって 1.2 ミリのプラ板に作り変えます。こちらの旅館の方も同様ですね。2つ一緒に加工したいと思います。 1.2 ミリのプラ板のベースですが少し大きいので、後ろ側を5ミリ程度カットすることにしましょう。 1.2 ミリのプラ板のカットはカッターで何回も何回も傷をつけてからペンチやヤットコで折れば簡単です。ほら、こんな感じです。そしたら建物に合わせてみましょう。前の支柱の部分にベースが届かないのは後で考えがあるからです。ジオラマの旅館を設置する場所にプラ板がないので、これをここに貼りますね。寸法は採寸してカットしてありますので、合成ゴム系接着剤で貼り付けます。単調な作業なので3倍速でご覧に入れます。何度も言いますが、この時のポイントは接着剤を周囲にしっかりつけることです。剥がれる時は周囲から剥がれるんです。映像が前後しますが、旅館のベースのプラ板が塗装して乾いたので貼り付けます。色は軍勢31番の軍艦色です。そうなると前の支柱の部分がプラ板厚の 1.2 ミリ長さが足りないので付け足しています。その部分は筆塗りで仕上げます。映像を少し撮り忘れた間に駅前道路を少し広げて歩道を設ける加工をしています。ごめんなさい。こちら側はまだスチレンボードが丸出しで 1.2 ミリのプラ板による地面ができていないので、線路敷設と合わせて加工していきたいと思います。この 1.2 ミリのプラ板をこの寸法に切って貼り付けていく作業になります。ここがスチレンボードのつなぎ目になっていますから、当然プラ板はこの位置を避けて次位置を考えます。700ミリ ×300 ミリのボードの上でボードとプラ板の次位置をずらすことで強度を確保しているんです。はい、寸法を採寸してカットしてきましたので合わせてみましょう。僕は何でも現物合わせで確認するんです。この部分のプラ板には電動ポイントが配置されるのでコードが通る穴が必要です。その位置を描いています。ドリルで穴を開けてからコードが通るスペースをスチレンボード側に加工してこのように貼り付けたいと思います。はい、穴を開けて塗装も済ませてきました。これでスチレンボードの上に 1.2 ミリのプラ板の地面が準備できました。次はポイントのコードが出る穴を下のスチレンボードに描きます。コードはこのプラ板とボードの間を通って外に出てきますので、地面が浮かないようにスチレンボードを掘り下げる加工が必要です。じゃあやってみましょう。まず穴の毛書きに合わせてコードが通る溝を掘るラインを描きます。このようにボールペンで記します。反対側も同様に記します。この毛書きに沿ってカッターで切り込んで彫刻刀でさらって溝を掘ります。カッターで切り込みを入れているところは省略していますが、彫刻刀の丸のみでえぐっているところをお見せしています。要は電動ポイントから出ているコード1本が通れば良いので、このように簡単に掘り下げるだけで十分なんですよ。後々こ
ここに通したポイントコードが横にずれてプラ板とスチレンボードの間に挟まるとそこが浮いてしまって厄介なことになってしまいます。よってこのように両面テープで溝の両脇をがっちり固定することでコードが溝の中から逃げ出さないように対策しているんです。はい、それでは地面側にも両面テープを貼っていきます。コード溝周辺の処理はスチレンボード側に対策しましたので、地面になるプラ板は周囲と中央部のみ両面テープを貼っていきます。先ほどゴム系接着剤も使っていましたが、基本は両面テープを使うんです。簡単だし手が汚れないのもメリットですね。強度は今まで作ってきましたが、これで十分のようです。次は地面に線路を敷設する作業なので、線路にも着色をしていきましょう。線路の着色ですが、線路はレールそのものと同床部分に分けて作業を進めます。作例ではまずレール側面にサビ色を塗っていますが、僕はグンゼのレッドブラウンに黄色系の塗料を混ぜて自家製のサビ色を準備しています。自分でこんな色と思えたらそれでいいと思っています。レールのサビ色にはグンゼカラーを、同床の茶系着色にはタミヤの墨入れブラウンかダークブラウンを使っています。今ポイントを塗っていますので、当然可動部や通電部に塗料が入ったら使えなくなってしまうので、面相筆で丁寧な作業をしています。映像は5倍速なので落ち着かなく見えますが、標準速度に戻しますね。大変失礼いたしました。一般線路の部分の着色です。ここはレール上面に塗料がついてしまっても後で拭き取れば良いので気楽に作業します。今度は同床の着色です。タミヤ墨入れブラウンを流し込む感じで塗装しますので、同床の塗装は全然気楽です。ウェザリングするような要領で太い筆でジャブジャブ塗料を置いていきます。つけすぎたらティッシュで拭くを繰り返していけばいいんです。ですがポイント部分は別です。可動部に塗料が入り込むと動きが悪くなりますので、慎重に作業を進めます。特にポイントの裏蓋との隙間に毛管現象で塗料が入り込むと電気接点に影響するといけないので注意して進めます。実は僕、塗料の染み込みによる電気接点不良をたくさんやっちゃってますので、このあたりは特に気をつけています。ポイントを塗り終えたのでチェックです。先ほどテスターで電気接点に問題ないか確認しましたので、今度は動作の確認を実際にポイントコントロールボックスにつないでチェックします。ではやってみますね。はい、大丈夫なようです。反対側も動作確認を行います。実際にジオラマに貼り付けてからでは動かないなんてことになると大変なので、この段階で確実にテストをしておくんです。電気テスト、動作テストを十分に行ったら、いよいよ地面に貼り付けますが、まずその前にコードの処理についてです。ポイントコードはここの穴から地面の裏側に隠して彫刻刀で彫った溝を通してこうやってボードの外側に出すんです。地面が浮かないで上手にコード処理できることを確認したら固定作業に入ります。地面の固定はプラ板裏の両面テープの裏紙を剥がして行います。ポイントコードをスチレンボードの溝に収納するように処理をしながら地面を貼っていきます。
こんな感じです。反対側も同様にポイントコードがきちんと処理できるかを確認してから固定作業を行います。確認できたらこちらも地面プラ板の裏に貼った両面テープの裏紙を剥がします。先ほどと同様ですね。これで 700mm×300mm の新サイズのジオラマ全面にプラ板の補強ができたことになります。いよいよ線路の貼り付けです。線路も合成ゴム系の接着剤をつけて地面になるプラ板に貼っていきます。トミックスのファイントラックは裏から見ると空洞が多いので、プラの肉が地面に触れるところを中心に接着剤をつけます。はい、ポイントを地面に接着しましたが、心配なのはポイントがもし壊れた時の対応なんですね。トミックスのポイントは時々壊れたり接触が悪くなったりするので頭の痛いところです。皆さんどうやっているんでしょう。それはそれとして新しくホームと跨線橋を組み合わせるテストしています。そしたらこの段階でテスターを使った通電テストをしておきます。今ならまだ接着剤が固まる前なので、万一の場合剥がしたり交換したりが可能です。ポイント切り替えテストと通電テストは一番緊張する場面ですね。ああよかった、通電 OK です。次はスウェード調スプレーが廃盤になってしまった道路の色合わせです。スウェード調スプレーのグレーと紙やすりの400番の色の違いを墨入れカラーのグレーやブラウンを塗り重ねて調整します。どうやってもぴったしカンカンにはいきませんが、そこは熟練の技でなんとか近い色に持っていこうと思います。買ってきたホームが対向式ホームの延長部分だったので、ホームの端っこを切断してきました。ここにスロープを作ります。スロープはプラ板とさっき切断したホームの上面を使ってそれらしく作ります。あまり腕はよくありませんが、それらしく加工すればなんとかそれなりにできるものです。5倍速でご覧ください。間違って買ってきた対向式ホーム延長部セットのホームの一部を改造して端部をスロープにしてごまかしました。こんな感じです。それではいよいよ塗装しましょう。電気おじさんはレザリング以外のストラクチャーなどの塗装は大抵野外でやるようにしています。作例では改造したスロープ部分が真っ白なので、そこに鑑定色で茶色っぽく塗装しています。塗装はこうやって外でやることが多いんです。ベランダに新聞紙を敷いて周囲に重りを置きます。ホームって最終的にはグレー系の色に塗るんですが、自然な色合いに仕上げるため、僕はまず鑑定色やウッドブラウンなど茶系の色を吹き重ねます。こんなに赤っぽくて大丈夫って感じですかね。下地の鑑定色が乾いたらその上からウッドブラウンを吹き重ねます。わざとこうムラムラに吹くんです。カラーはウッドブラウン、レッドブラウン、ナトーブラウン、在庫があるやつを適当に使います。つまり下地に過ぎないということです。そうしたらホーム下の地面の部分を茶色っぽく残すためマスキングしてきましたので、ホームにグレーを吹いています。グレーはクレオスのナンバー31軍艦色を使っています。僕は軍艦色が大好きなんです。当然ですが、軍艦色を厚く塗ってしまったら下地を塗った意味がありません。茶系が透けて見えるくらいがいいんです。自然な風合いに仕上げるために、さらに塗ってきたホームにタミヤの墨入れダークブラウンで汚し塗装を行います。タミヤの墨入れ塗料はエナメル系なので
先ほど塗ってきたホームのグレーを全く傷めません。安心してジャブジャブ塗ってはティッシュで拭き取るを繰り返すことができます。墨入れにブラウンを使うかダークブラウンでいくかは気分ですが、今回はダークブラウンを使っています。最後に上面も墨入れカラーを流します。さっきもムラムラにグレーを塗ってきましたが、さらにウェザリングするんです。こうやって塗りたくってはよしよしとなだめながらティッシュで拭くんです。どうですか？いい感じになったでしょ？これにてプラットフォームの塗装は完了です。今回の最後はポイント周辺の木工ボンド厚塗りです。この目的はポイント内部へのボンド液侵入を防止することです。ポイントレールは裏側に電気基板を抱えているんですが、周囲にバラスト巻きをして木工用ボンドを水溶液で固めようとすると、隙間からボンド水溶液が侵入して電気基板をダメにした経験があるんです。初めて液ジオラマに挑戦した時のことでした。ボンド水溶液がポイント内部に侵入するメカニズムは毛管現象なので、毛管現象が起きない濃度のボンドでがっちりブロックしてしまえばよいとの発想で考えた対策です。木工用ボンドはご存知のように乾くと透明になるので目立ちません。ただしここまで厚塗りをしてしまうと室温によりますが、乾くまでに1昼夜以上かかるので、今日の作業はここまでとします。樽電の家計温泉駅のセクションジオラマ化改造の様子を過去2作やってきましたが、今回は引き続き第3作ストラクチャーの配置と加工を中心に進めていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。第1弾、第2弾でここまで作ってきました。今日は第3弾になります。今まで作った部分はこんな感じです。今お見せしている部分はすべて新ジオラマベースに貼り付けてあります。この辺りの空いている部分に何を配置しようかなと今考えているところです。まず過去2作で 10mm のスチレンボードに 1.2mm のプラバーンで全面を覆って新しいジオラマベースができています。で、線路と両サイドのポイントレールをウェザリングして貼るというところまで進めてきました。カメラをポイントの方にお願いします。前回の動画が終わるときにここに木工ボンドがペターっと塗ってあったと思いますが、日昼夜放置したら完全に乾いてご覧のように無色透明になりました。また前回スチレンボードを掘り下げて加工していたポイントケーブルもこのように処理ができています。それではセクションジオラマ全体を見てみましょう。対向式のホーム配置になるので、こちら側に今までのホームがあって、こちら側に新しいホームを作ることになります。ここにホームを設置すると、跨線橋がここにつくのか、あるいはここにつくのか、現在試案中で決めかねています。ちょっと歴史を持たせて、最近跨線橋が設置されたけれど、それ以前はお客さんがここのスロープから構内踏切を渡って反対側のホームに来ていた、こういう動線を描いて移動していたという名残の踏切を作ろうと思います。その上で今はもう使っていませんという感じで、ここに柵を作って跨線橋に誘導する動線を描きます。それから道路の関係ではこちらを見ていただけますか。ここに線が描いてあるように線路を横切って駅の表裏を結ぶ道路を通します。こちら側の道路から駅裏へ行く人と車を誘います。そうなるとこのスペースには温泉街にありがちな娯楽施設や商店などを設置したいと思います。次にこちら側のこのスペースなんですけど、道路沿いに一軒商店を置いて、その裏には樹木を植えたいと思います。
はい、今度は反対側を見てください。こちらですね。こちら側にも焦点を置いてしまうという方法もありますが、ちょっと雰囲気を変えて、こちら側はここに公園を作って池を表現してみましょう。池があると、この辺に池をまたぐ橋があって、その橋の上から観光客が錦鯉を鑑賞しているという風景が作れるでしょう。公園の周囲にはやはり柵や樹木なんかあるといいですよね。そうしましょう。最後にここのスペースですが、向こう側と同じように樹木を植えるか、あるいは線路などの鉄道資材を置いてもいいですね。ちょっとした倉庫を配置して鉄道関係者しか入れない場所という設定もいいかもしれません。もう一度全体を見てください。対向式の駅に作り変える作業から始めます。まずは跨線橋がプラスチック製ですっていう見た目をしているので着色していこうと思います。それでは跨線橋を塗るために分解をしようと思います。トミックスの跨線橋は裏からネジ2個で固定してあります。ご覧の位置の奥まったところにビスがありますので、まずそれを外しているところです。ストラクチャーの分解って楽しいですね。ビス2本を外すと屋根が取れますので外します。この時小さなビスをなくさないように僕は塗料皿を使っています。ここからはめ合っている部分を外すだけなので5倍速にしますね。こんな感じで作業しています。分解ができたら次は塗装です。いろいろ考えたんですが、跨線橋をタミヤのラバーブラックで塗ることにしました。はい、野外でラバーブラックを吹いてきました。真っ黒系の跨線橋、思い出せないんですが、どこかで見たんです。映像は階段をグレーに塗るためにマスキングして塗装してきたので、マスキングテープを剥がしているところです。次は階段の部分をグレーで塗る作業です。グレーは例によって軍勢のナンバー31の軍艦色です。階段は跨線橋から出た部分と下の方3段程度しか塗っていませんね。見えないところは省略しちゃう杉なんです。このまま5倍速で作業をお見せします。次は跨線橋の足の鉄骨部分を保持するコンクリートの台座を塗っています。ここもコンクリートなので色は階段と同じグレーで塗っています。ナンバー31軍艦色は実にいい調色なので満足しています。屋根は製品では黒のプラスチックでしたが、こちらは逆にライトグレーでスレートの色合いにしてみました。そこにタミヤの墨入れダークブラウンを流して拭き取ることでうっすら汚れたスレートのイメージを求めたんです。こんな感じです。はい、跨線橋が塗り終わりました。前回の動画で塗ったフォームと組み合わせてみましょう。ラバーブラック、いい感じです。はい、こんな感じの駅になります。それでは駅に柵をつけたり、構内踏切をつけたり、駅名表示をつけたりと駅らしくしていこうと思います。ではここの踏切パーツから塗装します。色はやはりグレー系ですが、いろいろ混ぜてしまっています。軍艦色に近い色です。材料はトミックスの踏切セットに入っていた小さい方の踏切を使っています。まず線路間の渡り板部分を塗装します。渡り板は両側に脱線防止レールに挟まれた形状をしていますので、レール部分を残して中央部のみをグレーにします。もともと踏切にする予定ではなかったこの部分、バラストを巻いて木工ボンドで固めてしまっていましたので、表面がデコボコしてしまっています。そこにプラ板で通路を作りますので、ルーターで平らに削ることが必要です。やってみましょう。ルーターの先端には横断型の砥石を取り付けています。これでこうやって
バラストの出っ張った部分を削っていきます。それでは単調な作業になるので5倍速に切り替えます。なんか歯医者さんになった気分ですね。楽しいです。踏切を取り付ける際には反対側のホームが固定してある方がやりやすいので、前回塗装したこちらのホームを固定します。僕は合成ゴム系接着剤をよく使います。合成ゴム系接着剤はしっかり固定する上に万一剥がす時にも剥がしやすいという特徴があります。今回もそうですが、ジオラマって後で作り変えることがありますが、その時に助かるんです。ホームを固定したところで先ほど削った部分に踏切につながる通路を接着しましょう。当然こちらもゴム系接着剤です。このように少々デコボコした部分にプラ板などを貼り付けるときは少したっぷりめに接着剤を使います。これが踏切セットに入っていたアプローチ通路ですが、傾斜開始位置がこのジオラマには合わないので自作で作り変えました。そのため 1.2 ミリプラ板でかさ上げして、その上に自作のアプローチ通路を貼り重ねていくことにしました。通路と線路際までの高さが確認できたら貼り付け作業に入ります。あ、この部品は違う部品でした。失礼しました。まずは上り線と下り線の間の通路から貼り付けて、次は上り線へのアプローチ通路を接着しています。こんな感じですね。ここはちょうどカーブが終わって直線になる部分ですが、若干カーブが残るのでアプローチ線路には弱い R を加工してあります。次は下り線のアプローチ線路を接着しています。こちらも上り線同様に線路に沿った R 加工がしてあります。最後にレールとレールの間の通路を取り付けます。これは製品についていた部品を使います。 R はありませんがなんとかなるようです。下り線側に引き続き上り線側にも貼り付けますね。こうやって構内踏切がだんだんと出来上がっていくんです。渡り通路が上り下りのホームをつないだら、次は踏切警報を取り付けます。構内踏切なので遮断機も警報機もない第4種にあたる踏切です。以前使用していた際には警報機がある第3種踏切でしたが、今では撤去されたという体です。こんな風に頭の中で妄想の歴史を描いて、そうした歴史をジオラマに作り込んでいく作業は実に楽しいんです。踏切パーツが設置できたら念のため台車からのオーバーハングが長い21メートル級車両で建築限界を確認します。はい、大丈夫です。だいたいできたんですが、この部分のプラ板が高さが足りないのでかさ上げすることにしました。 1.2 ミリのプラ板から形状を切り出してプラスチック用の流し込みセメントで固定します。5倍速で見ていただいておりますが、貼り終えたら周囲と同色のグレーを塗っておきます。ウェザリングは後で行います。そろそろ取り付けられる部品をどんどん取り付けてしまおうと思います。まずは上りホームの柵と広告看板の取り付けです。宣伝看板に貼るお店などの広告はあらかじめパソコンで適当な店の名前を考えて作成し貼り付けてあるんです。ホームの中央部には広告看板を、端部には柵を取り付けていきます。使用しているのは製品の付属品が中心です。柵はホーム端部に行くにつれ現物合わせでホーム長に合わせるなど寸法調整をしながら取り付けていきます。取り付けが終わったらウェザリングをします。製品の柵はプラのままですし真っ白で綺麗すぎるので少し汚します。柵や広告看板にも白で塗装してからが理想ですが、僕はプラの地肌に直接ウェザリングをしちゃいます。ご覧のようにタミヤの墨入れブラウンを
どんどん塗るというより置いていくだけ、重力でちょうど雨だれのような表現になってくれるんです。ホームの屋根ですが、屋根だけ売ってくれないのでいろいろ考えたんですが、商店街のアーケードを流用することにしました。ヤフオクで落札して準備しましたが、屋根をつけてしまうと後でバラストを巻いたりするとき邪魔になるので、最後に取り付けます。跨線橋のところに駅名がついている、そんな駅ありますよね。そんなわけで跨線橋に取り付ける駅名表を印刷してきました。何種類かサイズの違うものを印刷しておいて、一番適したものをプラ板に貼ってから跨線橋に取り付けます。こんな感じです。駅名表を 0.5 ミリのプラ板に貼り付けましたので、跨線橋に取り付けようと思います。両面テープで取り付けます。今回は跨線橋が黒、駅名看板が濃紺なので、わざとプラ板の縁が残るように切り出しました。では貼り付けます。どうでしょう。こんな感じです。それでは反対側への取り付けは4倍速にしてご覧ください。こちら側もこんな感じです。そしたら跨線橋をホームに取り付けますね。取り付け位置は迷いましたが、構内踏切側のホーム端っこに決めました。ホーム中央付近に跨線橋を持った駅はいくつか作りましたが、端っこに跨線橋がある駅は初めてなんです。端っこに跨線橋のある駅は3両編成程度の地方鉄道でないとありえませんし、後々取り付けるホーム屋根のことを考えても、やっぱり跨線橋は端っこに設置しようとなったんです。跨線橋の取り付け位置を決めたら、合成ゴム系接着剤をしっかり塗ってホームへの取り付けを行います。曲がらないように足や階段の先端などがホームに対して水平や垂直が出ているか等の点に気を配ります。十分に確認できたらこれで OK です。ゴム系接着剤ははみ出しても後でセロテープなどで取り去ることができるんです。跨線橋が固定できたら、跨線橋周囲のホーム柵の未着手部分の加工と仕上げを行います。ホーム柵を跨線橋の足や階段に合わせて加工してはゴム系接着剤で取り付けていきます。跨線橋周りの仕上げですね。跨線橋周囲の加工はこれで終わりです。しっかり乾燥すれば跨線橋が持ち手になるので、収納箱への出し入れが楽になります。電車が交換可能な駅にするための2つ目のホームができたことで、ホーム間などバラストを巻ける箇所ができました。バラストは固まるのに時間がかかるので、巻けるところから始めようと思います。それでは動画が15分を超えてきましたので、今日はここまでにいたしましょう。最後まで。今回は作成中のジオラマにバラストを巻いたり、駅前に設置した旅館に家計温泉らしい加工をしていこうと思います。我が家の地方鉄道樽電の古いジオラマが現在増備中の企画に生まれ変わる動画です。どうか最後までお付き合いください。はい、電吉クラブです。いつもご視聴いただきありがとうございます。それでは今回はバラストを巻いている様子からスタートいたします。まずバラストはいろいろな色や粒度のものが各社から発売されていますので、僕は100円ショップで買ってきたこのような容器に分類して保管しています。
僕はモーリンのリアルサンドというバラストを使っています。いろんな色をブレンドして自然な色合いを作っています。で、今日巻くのはここからここまでの区間になります。この辺のところはまだ池を作ったり木を植えたりしますので、それらを設置してからでないと巻けません。ここの区間は停止位置表示板もすでに取り付けてあるので巻いていきたいと思います。バラストを巻く作業には僕はこのようなプラ製のスプーンを使っています。バラストを巻いてはスプーンの柄や指や絵の具の筆などを使って平らにならします。結局指を使っていますね。なんだかんだ言っても指が入る場所なら指が一番やりやすいんです。後で指が届かない細かいところは筆を使って修正しますので作業はどんどん進めます。バラスト巻き大好きですね。何かフロア式のレイアウトがジオラマに変わる瞬間のような気がしてなりません。モーリンのリアルサンド、いろんな色を調色してあるんですが、それでも別のトーンの違うカラーを混ぜたりしています。リアルサンドは粒子が細かいので、僕のような田舎の地方鉄道を表現するのにはうってつけなんです。バラストを巻き終わったら細かい部分を筆で修正していきます。踏切の踏み板の下にもしっかり流し込むんです。筆で鳴らすと今度は表面がデコボコになりがちなので、それを指で鳴らします。最終的な平滑な仕上がりはやっぱり指です。ここではファイントラック同士の間にバラストを巻いていますが、僕の場合枕木ギリギリのところまで巻くんです。できれば枕木がバラストに沈んで平滑になっているような表現ができると田舎の駅としては満足できるんです。注意すべきはポイント周辺ですね。ポイント周辺でも枕木を沈めようなどとやりすぎるとポイント内部にバラストが入り込んで失敗のもとなので要注意です。続いてレールとレールの間、つまりファイントラック上にもバラストを巻きます。田舎の表現には欠かせない作業です。田舎の線路って枕木が結構埋もれているんですよね。それをモーリンのリアルサンドなら粒度が細かいので表現できます。かといって巻きすぎると車両のフランジ部分とバラストが干渉することになるので巻きすぎは禁物です。またいろいろなリスクを考えるとポイント部分には巻かない方が賢明だと思っています。だいたい巻き終わりましたが、あとは目視でバラストの痩せた部分に若干のバラストを追加しています。こうしたバラストの微調整をすることで満足のいく情景ができるんですね。こんな感じの作業が続きます。次はプラットフォームとレールの間にもバラストを巻いていきます。枕木とバラストがつらい位置になる程度がベストなんです。この部分にはバラストは巻かないという選択肢もありますが、やはり古びたローカル線が主役の鉄道では必須ですね。こちらはレールの外側なので車輪のフランジが接触することはありません。よって気軽に巻いていけばいいんです。それと少し雑草が出ている表現には真ん中にあるグリーン系のパウダーを上から振りかけていると思いますが、これはトミックスから発売されているグリーン系のカラーパウダーという商品を複数色ブレンドしたものです。田舎の地方鉄道では多めに、国鉄などの幹線表現では少なめに使用しています。僕の地元の小田急線なども郊外になると列車運行頻度はかなり高くてもそこそこの草は生えているものです。うちのジオラマは何度も強調しますが、田舎の地方鉄道なので線路に雑草の表現は欠かせません。いよいよ木工ボンド水溶液でバラストを固めようと思います。100均で買ったこんな容器にボンド水溶液を作ってあります。我が家では木工ボンド3、水 6.5、台所洗剤 0.5 という比率で作ってあります。台所洗剤の界面活性効果が足りないのでしょうか。滴下してから十数秒間は玉状になって浸透してくれません。界面活性剤の比率について、こうするとうまくいくよみたいな黄金比率をご存知の方がおられたら教えてください。
一度ボンド水溶液が浸透してしまえば、その後は玉にならずにどんどんいけるのですが、ということは一度霧吹きで水をさっとバラストに吹いてからにしたらどうでしょうね。次回トライしてみましょう。ご覧のように僕はボンド水溶液がビタビタになるくらい流すんです。このくらい流さないとなかなか固まらなくて、ついついたっぷり流してしまいます。そのためにポイントの隙間から内部に染み込んだり、レールのつなぎ目に染み込んでは通電不良を起こしたりと悩ましい問題を経験してきています。上下線の線路の間に流し終えたら、今度はレールとレールの間にもボンド水溶液を流します。地方ローカル線の雰囲気を出すために枕木をバラストとつらい地に沈めるための工作ですが、初心者の皆様にはお勧めいたしません。レールつなぎ目が通電不良を起こしたらハンダを流して対応できないと、後で頭を抱えることになってしまう可能性が高いんです。お気をつけください。今回はポイントもあるので全てファイントラックでつないでいますが、ポイントのないジオラマではジオラマ両端に S70 レールを固定してフレキシブルレールで結ぶなど、レールつなぎ目を最小限にする工夫もしています。レール間のボンド水溶液、最後は指先で枕木間にまんべんなく行き渡るようにしています。ボンド水溶液をまんべんなく行き渡らせたら、次は雑草の表現です。先ほども触れましたが、線路際には結構雑草が生えていますので、ブレンドしたグリーンパウダーで表現します。ましてやローカル線では線路周辺だけじゃなくて、レールとレールの間にもたくさん雑草が生えていたりします。ボンド水溶液は乾きが非常に遅いので、白いボンド液がビチャビチャしているうちにグリーンパウダーを撒くんです。そしてこの構内踏切ですが、保線橋ができてからは使っていないので、少し荒れた表現に雑草を撒きます。この踏切部分は通路などもプラ板の亀裂に加工が多くてデコボコなので、雑草でそれを隠してしまいましょう。ちょっと豪快にボンド水溶水を撒いているように見えますが、このパウダーが結構水分を吸収してしまいます。ほらほら、こんな感じです。そしてまだまだローカル線をそれっぽくするアイテムがあるんです。これはグリーン系のフォーリッジと言いまして、先ほどのパウダーよりは明らかに粗くて粒が大きいもので、少し草丈がある雑草の表現に使います。ローカル線を表現する場合、グリーンのパウダーだけでは今一つ物足りなくても、フォーリッジを撒くとグッときます。フォーリッジは撒くというより、ボンド水溶水がビチャビチャしている部分に1個ずつピンセットで置いていく感覚です。手間はかかりますが、出来上がりがぐっとリアルになるので、僕はずっと愛用しています。今度はピンセットを取り出して何やらバラストを撒いたところをいじっていますが、これは先ほど撒いたフォーリッジを線路側に寄っているものをホーム側に寄せているところです。細かい作業ですが、フォーリッジが線路側で固まると車輪と接触して思わぬ走行不良を起こすことがあります。そうならないようにホーム側ではホーム寄りに、中央側も線路脇から距離を保つようにいじっているんです。また線路のフランジが通るレール間では車輪への接触が走行に悪影響を与えますので、フォーリッジを一つずつ線路の中央部分に移動していきます。こうやってピンセットで左右のものを中央へと集めるように作業します。フォーリッジ一つ一つの位置を自分の目で目視確認しながら丁寧な作業が必要なんです。ジオラマをぐるりと回転させると、今までレールの影で見えなかったフォーリッジが見えてきますので、今度はこちら側から作業を行います。フ
ほら、結構ピンセットが動いていますね。気になるのがあるんです。線路の上にパウダーが付着しているものは後からガリガリスクレーパーでこすれば取れるのですが、線路の横っ面に付着しているものは後からなかなかこすりにくいので、固着する前に入念に確認します。初心者の方はレール間にバラストを巻かない方がいいとおすすめした理由がこの辺りにあるんです。バラストやホーリッジの修正を行ったら、最後に指の腹でレール上面をこすっておきます。ボンド水溶水は凝固スピードがとても遅いので、この段階では固着していないので指の腹で除去できるんです。はい、それでは一昼夜固まるのを待つことにしましょう。はい、一昼夜待って固まったところです。固まって初めてバラスト部分の色合いを確認できます。手前側の線路が昨日バラストを巻いて草むした表現をした部分です。20年ほど前に作ったこちら側と比べてもだいたい同様にできましたね。上り線下り線間にバラストを巻くことで全体的に平らに見せることができて、それがローカル線らしさを引き立ててくれます。跨線橋ができたことで使わなくなった踏切もこんな感じの出来栄えです。ちょっとやりすぎたかな。ジオラマにぐっと接近してみました。右側が今回右折した線路ですが、いかがでしょう。バラストを巻く前に上下線の真ん中に列車停止目標を設置しました。こんなのよくありますよね。カメラを引いてみましょう。こんな感じの出来栄えになりました。あとは最後にホーム屋根をつけて完成です。続いて旅館のドレスアップをしたいと思います。こちらの旅館とこちらの旅館ですね。こちらの旅館は今屋根を塗り替えて乾燥中になります。旅館の屋号を家計温泉らしくつけてみたいと思います。旅館の屋号を決めてパソコンで適当にデザインして印刷してきました。僕は写真用の用紙に印刷しています。これを貼り付けるとぐっと旅館らしくなるんですよ。ではどんどん作業を進めますね。まずは和風作りの旅館から着手します。旅館名は元湯朝日旅館にしました。この手の旅館の前にはよく縦看板がありますので、それを作ってみようと思います。まずは縦看板用の縦書きの旅館名元湯朝日旅館を切り抜いて、裏に両面テープを貼り付けます。縦看板は 0.5mm 圧のプラ板の周囲を 1mm 角のプラ棒で囲んで作ろうと思います。サイズの切り出しは現物合わせで行っています。まずシールの横幅を確認してカッターを何度か滑らせながらカットしています。そうしたら次は縦棒 1mm 角プラ棒の加工です。こちらも現物合わせでカットします。両側に2本必要ですね。縦棒は縦看板より 5mm ぐらい長めにしています。縦看板が地上から少し上がったところからつくようにとの配慮です。縦看板だんだんできてきました。これを立てるためのベースは 1.2mm のプラ板に貼ることにします。1.2mm のプラ板をカットします。厚手のプラ板は何回かカッターでなぞってからやっとこで折り曲げて切断します。そうしたら縦看板をベースに貼り付けますが、接着剤はプラ用セメントを使います。プラ板にはほんとよくつきます。塗装していないプラ板同士の接着には 4,5 秒押さえれば問題なくついてしまいます。ほら、こんな感じです。はい、縦看板を塗装してきました。色はナトーブラウンが余っていたのでそれにしました。ナトーブラウンが乾いたので今度はコンクリートのベース部分を軍艦色丸1で着色しています。それでは縦看板に文字を貼り付けたいと思います。印刷して裏に両面テープを貼ってあります。こんな感じです。縦看板は道路に対して直角の向きに立てるので
文字は両面に貼り付けます。いい感じにできたようです。そしたらベースにゴム系接着剤を塗って旅館の前に設置します。こんな感じです。今度は朝日旅館の玄関ののれんを作ります。のれんは印刷した紙から切り出して1ミリの角棒に貼って作ります。ピンセットでのれんにねじりを加えると煽られた感じが表現できます。そうしたらのれんの竿に黒を塗って仕上げます。玄関にのれんがつくと和風旅館の印象が高まるんです。はい、いよいよ取り付けますが、先の鋭いピンセットで挟んで慎重に取り付けます。ちょっと取り付けにくかったですね。でもこんな感じになりました。続いて玄関脇に日帰り温泉の桃太郎旗を取り付けます。だんだん旅館らしくなってきましたね。最後に旅館前の植え込みを表現します。木工ボンドを盛り上げてそこにフォーリッジを置いて固めます。乾くのに一昼夜かかりますが、こうした植え込みを作るときは何といっても木工用ボンドが便利です。次はこちらの旅館ですが、屋根上の旅館名のベースになる部分を茶色から白に塗り替えてきました。こちらは筧温泉鹿倉荘という旅館にしようと思います。まずは屋根上から旅館名を取り付けましょう。屋根上に筧温泉鹿倉荘の横看板を取り付けます。全方向から見えるように4枚取り付けます。こういう旅館も結構ありますよね。今3箇所目を取り付け中です。最後の4箇所目には扉があるので、看板も3分割したものを取り付けます。ほらほら、こんな感じです。屋根上の看板が全方向ついたところで屋根を建物に固定します。固定はプラ用セメントで行います。プラ用セメントをたっぷり塗って屋根部分に固定します。なかなかいい感じですよね。次は1階の大きく張り出した屋根上に旅館名を書いた大きめの横看板を取り付けます。看板を貼る台座は 0.5 ミリのプラ板周囲に1ミリのプラ棒で自作したもので、ライトグレーに塗ってあります。看板が出来上がったら合成ゴム系接着剤を塗って屋根に取り付けます。じゃあ取り付けますね。4箇所の足全部に接着剤を塗っているところは5倍速でご覧いただきました。筧温泉鹿倉荘看板が取り付けられて、これで2棟の温泉旅館のディティールアップ完成です。電吉クラブの動画をご覧いただきありがとうございました。右手に我が家の地方鉄道妄想から生まれた樽の屋電鉄の路線図を表示しています。樽電では始発駅、善光寺駅や市役所前駅、電鉄樽の屋駅などのジオラマや駅間ジオラマを作って妄想の世界を模型で実現するプロジェクトを進行中です。今回は終点に近い特急停車駅筧温泉駅を作る動画の第4弾をお送りしました。筧温泉駅もあと少しで完成できます。どうぞ次回の工作も引き続きお楽しみください。今回は我が家の地方鉄道樽の屋電鉄の筧温泉駅ジオラマ制作動画第5弾。池に錦鯉がどんどん増えてる。なんか餌もらいたくて寄ってくるみたいだぞ。第5弾は踏切と池の制作です。どうぞ最後までお付き合いください。それでは踏切を作りたいと思います。
すでに道路は400番の紙やすりで表現してあります。で、ジオコレの踏切を使うんですが、これの中身はというと、こういう第一種踏切用の警報機や遮断機などが入っています。このように道路も入っているんですが、今回は残念ながら使いません。また、こちらの遮断機のない第4種踏切も入っていますが、これも今回は使いません。ここの道幅が合わないのと、線路が若干 R になっているのに、この道路はなっていないので、削る加工が大変そうなので、得意の紙やすり素材の道路を自作してしまいました。レールの間の踏み板もセットのものはまっすぐなので使えないので、R 形状のものを自作しようと思います。それから警報機と遮断機をつけますが、結局今回使うのはそれだけになってしまいますね。それではレールのカーブに合わせて型紙を切ったので合わせてみましょう。はい、いい感じ。ではこの寸法に合わせて踏み板になる部分を 0.5mm プラ板から切り出しましょう。カッターで切り込みを入れているところは映っていませんが、切り込み部分から折り曲げて切り出しているところです。切り出した踏み板を踏切の所定の位置にセットしてみましょう。裏側に裏と書いておきます。2枚の踏み板がぴったりはまりました。この時のチェックポイントは車輪のフランジが通過できるかなんです。大丈夫そうです。そうしたら次は 0.3mm の真鍮線で踏み板の両側につくガイドレールを表現しました。合成ゴム系接着剤を真鍮線と踏み板の両側に塗って半乾きにしてから貼ったらうまく接着できました。画像では少し長めにして貼り付けた真鍮線の余分な長さの部分をカットしています。見えますかね？真鍮線を踏み板に貼る作業は最初瞬間接着剤で挑みましたが、全くうまくいかなかったんです。長さを切り揃えたら真鍮線をレールに見立てて先端を内側に曲げる作業です。やっとこが活躍します。プラ板の上に若干顔を出したレールの高さは 0.3mm ということで、実感的な踏み板を作ることができるんです。そうしたら次は塗装です。ここの踏切は踏切に続く道路が暗い色なので、グンゼの軍艦色丸2を選びました。軍艦色は丸1より丸2の方が濃いんですよ。踏み板は周囲にガイドレールを貼ったので、とても塗りやすいですね。ご覧のように少し厚塗り気味に塗りました。はい、次は踏み板の仕上げですね。周囲に取り付けたガイドレールをサビ色に塗ってあげます。僕のサビ色はレッドブラウン、ダークイエロー、ウッドブラウンなどの茶系のカラーを適当にブレンドして作っています。ちょっと 0.3mm 真鍮線ではガイドレールが細い気がしますが、これなら車輪との接触リスクが低いと判断しました。できました。こんな感じです。ではいよいよ取り付けます。やっぱりここでも合成ゴム系の接着剤が活躍するんです。踏み板の裏にゴム系接着剤を塗りますが、少ないとくっつかないし、多いとはみ出すので適量が難しいんです。そうしたら道路とのつながりを考えて自然な位置に貼り付けます。道路との色の感じどうでしょう？こんな感じですがいかがでしょう？微妙にカーブした踏切の感じが出せたでしょうか？いやー、ほんと楽しいですね、こういうのって。はい、できました。渡り板がついたら次は遮断機の設置です。踏切とホームとの位置関係から下り方面の遮断機は警報機と分離して設置することになりました。駅から離れた側から同じ方向に遮断機が降りる
変則踏切になってしまいました。今度はアーケードの制作です。温泉街の駅前通りにはやっぱりアーケードが欲しいですよね。そこでグリーンマックスのアーケード部品を使って筧温泉にもアーケードを作ります。筧温泉アーケードの文字は白を背景にした紙に印刷していますので、アーケードも白に塗っています。今度はアーケードに貼る文字の切り出しです。パソコンで適当なサイズに作って写真用紙に印刷済みです。裏から透かして文字位置を確認したら、そこに両面テープを貼ってジャストサイズに切って貼り付けます。駅前のアーケードに筧湯温泉駅の文字が入りましたので、これからジオラマに取り付けます。取り付けはここでも合成ゴム系接着剤を使用します。所定の位置に設置できました。こんな感じです。ここのスペースですが、ここには公園と錦鯉のいる池を作ろうと思います。本来なら地面を掘り下げて水になる材料を流し込んで作るのが理想ですが、今回は深さが取れない関係でアイビスペイントというスマホのアプリを使って深さを表現できる池の絵で代用することになりました。娘が描いてくれたのですが、その工程を早送り再現できるそうなので、ご覧に入れようと思います。紙に簡単なラフスケッチを渡すと輪郭から決めていきます。池の色はちらっと写った写真からスポイトツールという方法で同じ色を吸い取ると簡単なのだそうで、深いところ、浅いところは池の色の濃淡で表現してくれました。そして鯉たちを描くために橋を架ける位置に仮の橋を描き込んでいます。橋の上から観光客が餌を投げるので、それに寄ってくる感じに鯉たちの位置を決めていくんです。鯉のシルエットは写真から引用して、体に対してヒレの部分の色には透明度をプラスしてくれたようです。餌に群がる鯉たちの集まり方なども写真を参考にしたんだそうです。基本的にはコピペを多用しないで、錦鯉の背中の模様など一匹ずつ丹念に書き込んでくれました。観光客が投げる餌を求めて橋の両側から鯉たちが集まってくる様子がしっかり描けたのではないでしょうか。次に睡蓮を描く際のうんちくです。まず描いているのは睡蓮の葉が作り出す影の部分です。影の部分を描いた上に睡蓮の葉を1枚ずつ表現してくれました。なかなかよく観察してくれていますね。睡蓮は池の3カ所に群生していますので、コピペを使いながら角度を変えたり、葉の数を追加したり工夫しながら描いてくれました。少し黄色くなった枯れかかった葉っぱを加えることでリアリティを高めることに成功しています。最後に錦鯉を数匹足したところで橋の位置を10ミリぐらい上にずらしたいと注文しましたが、ちょいのちょいと修正してくれました。池は写真用紙に印刷してプラミーしてジオラマに貼る準備をしました。それでは描き上がった池をジオラマのここの位置に公園を作って取り付ける加工をしていきます。はい、こちらが描いてもらった池ですね。池の周囲の地面の部分はこのように 0.5 ミリのプラ板で作りました。こんな感じです。それからその上にもう一段 1.2 ミリのプラ板で作った素材を重ねます。ここの鯉たちが両側から集まっている部分にこうしてジオコレの橋を架けようというわけなんです。では早速周囲の地面を張り重ねていきます。周囲から流し込み型のプラセメントがバッチリです。2枚の地面の大きさを微妙に変えているのは、後で公園の周囲に柵をつける時ののりしろを確保しているんですよ。ジオコレで手に入れたこの橋、
高さを5ミリほど低くしました。こんな感じに設置したいのですが、地面側からも5段か6段階段を作ればつながりますので、1.2 ミリプラ板で製作しようと思います。それでは橋のたもとにプラ板で階段を積み上げる加工です。このようにサイズは現物合わせで採寸するんです。採寸したらカットしますが、いつも言うようにカッターで何度も傷をつけてからやっとこやラジオペンチで掴んで折るように切断するのが簡単です。こうした作業を繰り返していきます。はい、こんな感じに積み上げました。橋まで続く階段ができました。こんな感じになりますね。このように両側から橋にアプローチする階段ができたら橋をセットしてみます。いい感じですね。そしたら塗装に行きましょう。いつものように塗装するときは野外に出てきました。クレオスのナンバー31軍艦色 ① で階段部分を塗装します。自分があちらこちら場所を動いてまんべんなく塗装されるようにしていますね。塗装してきたのでまた橋を当ててみます。かなりいい感じですよ。こんな感じでここに池の周りを石で囲ってこの辺に散歩道を表現してみたいと思います。これがスエード調スプレーが廃盤になって代わりに発売されたキャンバス調スプレーっていう商品です。ただスプレーの粒子がめちゃくちゃ粗くなってしまって今までのように客車のキャンバス屋根には使えません。そこで公園の歩道になる部分の表現に使ってしまいましょう。かなり値も張るのですが2本も買ってしまったんです。目はとても粗いですが地面の表現としては使えそうですね。次は池との境目で石を並べる部分です。湿った土の印象なので濃い茶色を塗っておきましょう。この茶色はぶどう色2号という旧型客車や旧型電車用の塗料ですが余っていたのでこの色にしたんです。池の周りを彩る石を並べる部分なのであらかたは隠れてしまうのですが茶色系なら無難です。それでは池の周りに石を並べる作業に入ります。今茶系で塗った部分に木工用ボンドをたっぷり塗って乾くのに一昼夜かかるのでゆっくりと石を並べていくんです。石を並べる作業は娘が手伝ってくれました。石はまたこれも100均で買ってきた観葉植物の石という商品を流用しました。いいのかなんかつまらん置き方になってないか。ランダムに置きたいんだけどランダムって難しいよ。石の大きさが一定で単調にならないようにサイズを変えながら大小織り交ぜて並べてくれています。いやなんか大きいのばっかりで単調になっちゃうからちょっとさちっちゃいの間にちっちゃいのわざと入れてんの。そう単調になっちゃうから。切り抜くと鱗みたいに規則正しくさなんか同じ流れで貼っちゃうからさ流れぶった切る向きにでっかいの置いて、一旦流れ切りたいよね。といろいろ考えながら並べてくれていますのでここは娘に任せることにしました。どうでしょうか。なかなかいい感じにできたと思います。あとは石がちょっと青っぽいので色の調整が必要ですね。次は芝生のエリアを作ります。まず芝生がついて欲しくない歩道の部分をマスキングテープで覆っていますね。木工ボンドの水溶液を垂らしたらパウダーの散布に入ります。当然マスキングしたところには芝生は生えません。公園の中の芝生の部分にどんどんグリーンパウダーを撒いていきます。トミックスのカラーパウダーですね。乾くのには一昼夜かかりますがボンドが完全に乾く前にマスキングテープを剥がすのが正解のようでした。こんな感じに巻き終えました。
次は睡蓮に花を咲かせます。フォーリッジのような素材のピンク、ブルー、ホワイトの買い置きがあったので、これを花に見立てました。画像はピンクのフォーリッジを小さくちぎって微量の木工ボンドで貼っているところです。睡蓮の花なので、本当は金平糖のような形のものが欲しかったのですが、さすがに思いつきませんでした。こんな睡蓮でお許しください。それでは池を所定の位置に貼り付けて公園を設置したいと思います。まずは池をゴム系接着剤で貼り付けます。次に公園の地面の部分を貼り付けます。こちらもご覧のようにゴム系接着剤で貼り付けます。なかなかいい感じですね。所定の位置にぴったりとはめ込むことができました。そうしたら次はフェンスです。町営の格調高い公園なので、フェンスには昔買ったヨーロッパのホテルのキットに入っていたものをおごりました。フェンスがつくと公園が一層引き立って見えますね。公園の一角に入り口を設けてフェンスの設置を終了します。フェンスの取り付けもゴム系接着剤ですね。はい、こんな感じです。それでは本日の最後は池に橋を取り付けていくところをご覧に入れましょう。橋がつくと急にかっこよくなります。接着剤を塗った部分がくっつくようにしっかり押さえたら終了です。本日は霧が良いのでここで終わります。筧温泉駅ジオラマもあと少しで完成です。本日はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。はーい、電吉クラブです。ご視聴ありがとうございます。今回はセクションジオラマ制作動画第6弾。いよいよ完成に向けて架線柱を設置したり、線路周辺の付帯設備やバラスト巻き、変わった工作としては駅構内にあるご神木樹齢300年の大欅をちょっぴりリアルに仕上げます。どうぞ最後までお付き合いください。筧温泉駅収納式の駅ジオラマ制作も第6弾。いよいよ完成間近です。始まるよー。セクションジオラマの制作もいよいよ架線柱を取り付けるタイミングがやってきました。架線柱は早めに取り付けてしまうと工作の邪魔になるし、かといってバラストを巻いてからでは足を固定するのが不安定になってしまいます。そろそろ大丈夫かな、頃合いを見計らいながら取り付けていくんです。合成ゴム系接着剤をたっぷりめに塗ってベースボードにしっかりと固定します。架線柱はいろいろなメーカーからいろいろなタイプが発売されていますが、田舎のローカル線の表現にはトミーテックのジオコレの架線柱が一番なんです。ちょっとしたヨレヨレ感に泣かされますね。で、ジオコレの架線柱には複線用が出ています。単線仕様同様の貧弱な仕様がたまりません。駅構内には複線用を使用します。構内踏切の厚さ 1.2 ミリのプラ板に穴を開けて取り付けます。この踏切が使われていた頃から立っているんですから、人の動線を意識した位置に設置しました。複線架線柱にも単線同様にボード接着用の足がありましたが、ここではカットしてあります。あらかじめホームに計 1.5 ミリの穴を開けておいて、そこに差し込むように取り付けるんです。3本目の架線柱を設置していますね。架線柱がつくと俄然電鉄っぽい表情になりますよね。反面、電車をレールに乗せたり下ろしたり、トラブル解消の時には結構邪魔なんです。そのためにトミックスや加藤の架線柱はベースだけ固定して
取り外せる仕様になっていますね。今度は鉄道用の信号機を取り付けます。僕はグリーンマックスのキットを組み立てました。こんな出来栄えです。電車が出発していく方向の運転席から見やすい位置に取り付けます。鉄道は左側通行ですので、想定では下り電車はこちら側に右から左へ走ります。ですから鉄道信号はあの位置になりますね。運転手さんの視界に入りやすいように取り付けるんです。今度は上り線の方にも信号機を取り付けます。こちらも運転手さんの目線の先に取り付けるんです。はい、こんな感じです。信号機もバラスト敷設前に取り付けておくといいんです。続いてキュービクルと軽電箱の設置です。こちらはグリーンマックスからキットが発売されています。電車の窓からよく見える軽電箱、なかなかの表情にできています。僕はこの後バラストを巻くことを想定して下に 1.2mm のプラ板でかさ上げしてから取り付けています。今度は大きなキュービクルですね。こちらもプラ板でかさ上げしてあるのは軽電箱と同様です。最後にもう1個軽電箱が出てきましたので取り付けます。あ、プラ板が取れてしまいました。こういう時は落ち着いてやり直せばいいんです。プラ板を先に所定の位置に貼り付けて、後から軽電箱を貼り付けます。このように鉄道関連の施設で線路周辺が賑わってくると、いよいよ完成が近づいてきた印象ですね。今度は駅の上り方面側の踏切脇の娯楽施設の裏手に私有スペースを確保します。踏切との隙間を埋めながら鉄の柵を取り付けることで構内にバラストを巻く範囲が決まります。こうやってバラスト巻きをするための周囲固めをしていくんですよ。次に街の付帯設備も取り付けを進めます。温泉街にはあちらこちらにアーケードがあるので取り付けます。駅前通りから折れて温泉街に続く通りにも温泉宿からの要請でアーケードがつきました。行政は町おこしも見据えつつ、いろいろな方面からの声を聞きながら街づくりをするんでしょうね。今度は街の一角にある共同浴場の設置です。施設が小さかったのでここに取り付けます。町営の共同浴場でこの温泉がブームになる前に町の人々が利用していたところです。今では温泉宿が何軒も並ぶ温泉街になりましたが、その原点はこんな小さな共同浴場だったんですね。共同浴場の前には小さな駐車場、今でもこの町の住民たちは徒歩や自転車で通ってくるんです。裏手には温泉減圧装置の塔が温泉らしさを物語っています。温泉街って素敵ですよね。こんな感じに設置できました。これ庭にあったんですが、僕の父が昔大切にしながらも枯らしてしまった盆栽なんです。どうですか？根上がりっていう樹形なので大気中に根が浮いていてとてもかっこいいですよね。ですからこの幹を利用して池と公園の線路を挟んだ反対側にご神木を作ろうと思います。これだけ太くて本物ですから幹肌も自然だし、あとは高さを収納箱に入るように調整しました。まずは根を一定の場所で切り揃えてベースになる地面に植え込んでいきます。貼り付けには合成ゴム系接着剤が活躍します。ベースはご覧のようなサイズの 1.2mm プラ板です。合成ゴム系接着剤の良いところは接着するまでの時間が早いことでしょうか。ほら、もう手を離しても大丈夫。向きや角度に不満があれば固着するまでに修正もできるんです。はい、昨日固定したこのご神木にですね。これ加藤の樹木キットを使って枝をつけました。
キットの枝の部分を適当な大きさに切り取って樹木に開けたドリル穴に差し込んで固定しています。このベースに今日は葉っぱを茂らせて立派なご神木に作り上げたいと思います。父が大切にしていた盆栽が我が家の地方鉄道でご神木として蘇ります。では葉っぱをつける作業を2倍速で見ていただきましょう。まずは盆栽頭部から復元していきます。葉っぱはトミックスのフォーリッジを合成ゴム系の接着剤で取り付けていきます。こんな感じです。まず樹形の良いご神木にするために頭の部分にはフォーリッジをたくさん使って大きな塊を作ります。樹木の足元には昨夜のうちに池の周りと同様に石を並べて固着させることで安定させています。どうですか？頭の部分がフォーリッジでどんどん重くなっても足元ががっちりしているので大丈夫なんです。ではどんどん作業を進めましょう。まずは枝に厚みを出すために枝の裏側にフォーリッジを貼り付けていく作業です。枝の裏側にゴム系接着剤をたっぷりと塗っていますね。ある程度の範囲に塗り終わったらフォーリッジを葉に見えるように取り付けていきます。こうやって裏側から葉をつけるために逆さにしますので、頭部の製作にはゴム系接着剤を使ったんです。木工ボンドとゴム系接着剤、それぞれの特徴を生かして使い分けます。枝の裏側にゴム系接着剤を使っているのも、早く枝の表側の作業に入りたいからです。ゴム系接着剤は粘着性がとても高いので、すぐにひっくり返してもフォーリッジくらいなら落ちません。5ミリから10ミリ程度の大きさのフォーリッジをご覧のように一つずつピンセットで拾いながら作業します。一つの枝にフォーリッジを10個程度使うので、作業スピードはかなり遅いんです。しかし密度は細かい方が出来栄えがリアルになるので頑張るしかありませんね。枝の裏側に粘着性の高いゴム系接着剤で葉っぱをつけたので、今度は枝の上側の葉っぱをつけます。枝の上側は木工用ボンドに切り替えます。まず枝の上側に木工用ボンドをたっぷりと乗せるんです。こちら側は葉を乗せたら長時間放置できるので木工用ボンドを使うんです。それでは枝の上に木工用ボンドをたっぷりと乗せたのでフォーリッジを並べる作業に入ります。枝の上にフォーリッジを並べる作業はただ置いていくだけなので、木は置きっぱなしにできるし両手が使えるので作業はどんどんはかどります。蓋の上に細かくちぎったフォーリッジを用意してサイズの大小を選別しながら必要な位置に必要なサイズのフォーリッジを並べていきます。木工用ボンドは乾くまでに何時間も要するので慌てて作業する必要はありません。また木工用ボンドは色が白いので葉っぱの付け終わった枝とまだの枝を一目で判別できるので作業の進捗状況が常に把握できるメリットもあるんです。どうでしょうか？白い部分がなくなったので終わりですが、もう一度白いところが残っていないかチェックしながら必要に応じて手直しをしてあげます。こんな感じですね。それではご神木らしくしめ縄を張っておきましょう。藁のイメージを紐で表現してみましょうか。どうでしょうか？ご神木としての風格が出てきますよね。天然素材なので得られる味かもしれません。それではしめ縄を貼り付けます。ちょうど良い長さにカットして合成ゴム系接着剤で貼り付けます。しめ縄の両端に5ミリぐらいずつゴム系接着剤をつけておいて半乾きにしてから作業するんです。ご覧のように半乾きのしめ縄同士をピンセットで寄るようにして押さえると簡単に接着できました。根元から
5メートルぐらいの高さでしょうか。しめ縄が樹木に神々しさを与えてくれました。しめ縄がついたので、次はしめ縄についている紙のひらひらを取り付けます。ちなみにこの紙はシデというらしいです。ティッシュを細かく切って貼り付けます。ティッシュの破片をたくさん作って、一旦に木工用ボンドをちょんとつけてしめ縄の上に置くんです。本来のシデは雷のようなギザギザの形をしているようですが、150分の1の世界では省略です。たとえストレートな切り方であっても、シデをつけるとますますご神木らしく見えてきます。どうでしょう。これでご神木は完成したので、次はジオラマに取り付けていきましょう。完成したご神木を駅のジオラマに取り付けていきましょう。公園の反対側にスペースを用意しました。大きな欅のご神木と真っ赤な池の橋がこの駅のランドマークになってくれることでしょう。掛湯温泉駅セクションジオラマの制作もいよいよ最後の局面にやってきました。まだ仮の地面であるプラ板が露出している部分にバラストを巻いて仕上げようと思います。僕はモーリンのリアルサンドというバラストを複数色ブレンドした電気紙オリジナルカラーを使います。モーリンのリアルサンドはバラストの細かさがちょうど良くて、田舎の地方鉄道の土に埋もれたバラスト感が出せるのが気に入ってずっと使い続けているんです。ですから線路のバラストだけでなく、鉄道敷地の一般の地面表現にも使っています。ご覧いただいているのは駅のホーム裏の部分ですが、ここには背の低い樹木を植えようと思います。リアルサンドを巻き終えたら、このように中太の絵の具の筆の先で地面を平滑にならします。こうして薄高くなった中央部のリアルサンドを周辺に均等にならしていくんです。このように指の入りにくい部分のならし作業は筆でやるしかないんですね。踏切の土台や軽電箱の土台付近にサンドが集まりすぎないようにするんです。はい、指が出てきました。指で鳴らせるところは何といっても指でやるのが一番なんですよ。このように指と絵の具の筆を交互に使いながら作業を進めます。こんな感じです。僕のジオラマは周囲にプラ棒の縁が仕込んであるの分かりますか？これはちょっと不自然なんですが、リアルサンドを巻いた時に周囲にこぼれないための手段なんです。さあ、リアルサンドを平滑にならし終わったら、ボンド水溶液を浸透させます。そうそう、今度ボンド水を巻く時には霧吹きをやってみるようなことを言っていて、すっかり忘れてしまいました。相変わらず海面活性効果が弱く、ボンド水が玉になってからリアルサンドに染み込んでいく様子がわかります。今回もこんな調子での作業ですが、ご勘弁ください。ようやくボンド水が染み渡ると、あとはどんどん染み込んでいきます。この後パウダーで雑草を表現するので、ボンド水はこのように少し多めに流しておきます。そうしたら地面に雑草が生えている表現をするので、ボンド水の上に緑系のパウダーを撒いていきます。人が歩くところ、歩かないところなどを想定しながらパウダーを撒くと、とてもリアルに見えるんですよ。こうやって地面部分にくまなくグリーンパウダーが撒けたら、今日の作業は終了です。それでは一昼夜待って乾かすことにいたしましょう。翌日、リアルサンドは見事に乾いて、なかなか嬉しい地面が出来上がっていますね。これで仮の地面、つまりプラ板がむき出しの部分がなくなって、風景的にはほぼ完成です。真っ黒な古線橋も大きなご神木も
ジオラマにすっかり溶け込んでくれました。今度は反対側から見てみましょう。公園と池もすっかりジオラマの一員になっていますね。この辺りの駅前部分は以前のプラバンジオラマから引き継いだ部分が多いですね。ただプラットフォームに人がいないのと新規作成した街角に人がいないので街に活気がありません。次回最終回は街の至るところに人や自動車、看板、電柱などの小物を取り付けることで街に活気が出てくる様子をご覧に入れましょう。こんな風にある商店の人が温泉に何かを配達しに来たようです。駐車場に自転車を止めて毎度ありって感じですかね。街角や公園に人を置いたら当然プラットフォームにも電車を待つ人が欲しいですよね。駅で電車を待つ人や無人のベンチや駅には屋根なんかも取り付けていこうと思います。本日はこれで終わりです。次回はかけ湯温泉街活性化作戦、お楽しみに。電吉クラブです。収納式の駅ジオラマの制作もいよいよ最終回です。ジオラマに人や車や花などを配置することでにぎわいの温泉街になっていく様子をご覧に入れましょう。どうぞ最後までお付き合いください。今回のジオラマの季節設定は初夏。駅裏の狭いスペースにアジサイを植えていきたいと思います。まずはアジサイを植える場所に木工用ボンドをたっぷりと置いていきます。ご覧のような感じに置いていきます。一般的にアジサイは複数株を並べて植えたりまとめて植えたりすることが多いので、ここでもそうしたいと思います。アジサイは以前から国際展示場で開催されているジャムの会場で手に入れた法力状のものを使います。すみません、メーカーとか全然覚えてないんですが、僕は何かに使えると思って3色購入してあったんです。一つ隣はピンクの花にするので、そこは飛ばしてまず青い花を咲かせるところにフォーリッジを置いていきます。色は青、ピンク、白の3色なので、どの色のアジサイも存在するので全色使うことにしました。でもアジサイといえば青系が多いので、青いフォーリッジをどうしても対応しますね。この製品は小さな塊になっているフォーリッジと綿帽子状になっているものがあるので、ピンセットの先で白い木工用ボンドに押し込んであげないとくっつきません。ただ置いていくだけではダメそうです。木工用ボンドの表面張力の壁を破ってフォーリッジや綿帽子を押し込む作業は予想していませんでした。押し込みすぎるとピンセットの先にボンドがついてしまいますし、なかなか押す加減が難しいので参りました。でもそんなこんなでどんどん巻いていきます。アジサイは群生していてなんぼ、固まっていたり並べて植えられていてアジサイらしく見えるものです。どうですか？こんな感じに並べていきます。今度はピンクの花色のアジサイです。ピンク系のアジサイもよく見かけますので、こちらもどんどん巻いていきます。こうして指とピンセットを上手に使ってこんもりと盛るように巻いていきます。アジサイの樹形を考えながらやるんです。最後に白花です。僕の知る限りではアジサイの白花ってあまり見かけないので、ジオラマでも少数派にします。アジサイって昔から人々に好まれてよく植えられているので、アジサイの季節にするなら駅裏だけじゃおかしいよと娘が言うもんですから、急遽朝日旅館の前の植え込みをアジサイに変えることになりました。ここはすでに緑の植え込みを作ってありますので、植え込みの上に
花だけを木工ボンドでつけていく作業になります。緑のフォーリッジに花だけを咲かせる工作はどうしても花が大きめになりがちです。花を選んで木工ボンドをつけて持ってきますので、あまり小さなフォーリッジはつかめないんです。旅館の前の植え込みも青系とピンク系の花がつくとなんとかアジサイに見えてくるからありがたいです。ついでに公園の植え込みもアジサイにしましょう。こちらにも青系の株とピンク系の株を作っていきます。やっぱりアジサイの季節は街のあちらにもこちらにもアジサイが咲いている。ジオラマが華やかになってきましたね。次はバス停でバスを待っている人とちょうどそこにバスが来たシチュエーションを再現してみましょう。バス停は3系のペーパーキットから切り出したものを、バスを待つ乗客はジオコレの佇む人から使っています。バスもジオコレのバスコレクションですが、対面に停車中のボンネットバスと塗り分けが似た昭和のバスをチョイスしました。次は街の賑やかしのアクセサリーで街灯のお取り付けです。僕が作っているのはモジュールレイアウトとかセクションジオラマとか呼ばれるタイプの組み立て式のジオラマなので、街灯はすべてダミーになってしまいます。今回は温泉街によく似合う3系の街灯 A というペーパー式の組み立てキットのご紹介です。ご覧のように厚手のペーパーにレーザーカットで部品を加工してくれているので、カッターで簡単に切り抜くことができます。カッターはケチケチしないで、切れ味が悪くなったらすぐに折るが基本です。部品の切り口は製品の完成度を左右します。部品を切り出したら作例のように木工ボンドをちょいとつけて設計図通りに重ねていきます。そして街灯の頭部分が出来上がったら柱の部品に接着していきます。この作業も木工ボンドで大丈夫です。街灯の姿ができてきたら、今度は柱についている賑やかしの旗を取り付けます。製品では旗か〇〇商店街という看板かどちらかを選択する仕様になっていましたので、僕は旗を選びました。はい、こんな感じに出来上がっていくんです。柱まで含めてすべて紙製ですが、結構しっかりした出来上がりなんですよ。街灯が組み終わったら取り付けします。取り付けにはご覧のように合成ゴム系接着剤を使いました。街灯を取り付ける部分にドリルで 0.7 ミリの穴を開けておいて、柱先端2ミリぐらいを差し込んだところで固定します。街灯を差し込んでからおよそ5から6秒でほぼ固定できます。街灯の素材が軽いのですぐに固定できるんです。街灯はご覧のように7から8センチ間隔でどんどん取り付けていきます。活気のなかった街が急に元気になってくるんです。駅前のメイン道路に取り付け終えたら、今度は温泉街通路にも取り付けます。交差点のちょいとこちら側ですね。温泉街通路はジオラマからすぐに外れてしまいますので、今度は公園にも街灯を取り付けましょう。公園、とりわけこの公園には赤い可愛い太鼓橋があるので、夜間にはそのあたりがライトアップされる設定です。公園には四隅に街灯を取り付けることで、夏の夜などにそこそこ観光客が夕涼みに出てくるイメージが生まれます。どうでしょうか？ 3 系の街灯 A セット。観光地の街中にありがちな光景を作ってくれたと思いませんか？いやー、いいですね。僕はすっかり気に入りました。はい、こちらジオコレの信号機です。この時代歩行者用信号なんてなかったと思うので、ここは
聞いております。それにしても信号機の周囲に目立つボードがついていて、この頃の信号機って今と違って懐かしいです。はい、こんな感じに取り付けました。それでは T 字路の交差点なのでもう2本信号機を取り付けますね。そんなこんなで T 字路2箇所に昔ながらの信号機を取り付けました。いい感じになってきました。街角の信号機、昭和40年代には道路にもあまりごちゃごちゃと線が引いてなかった気がします。第一、まだ道路の舗装率も低かったんですよ。次に電柱の取り付けです。電柱もジオコレのものが着色済みで使いやすいのでそれを使っています。ジオコレの電柱にはコンクリート製のものと木製のものがありますが、古き良き時代の再現には迷わず木製です。電柱も街のにぎわいには欠かせないんです。今度は電話ボックスです。あの時代、駅前には大抵電話ボックスがあったんです。今はほとんど見かけなくなりました。少し前はガラスに囲まれたタイプ、そのまた昔がこのタイプだったんですよ。それではいよいよジオラマに人を配置していきましょう。人が生活をしているから鉄道があるわけで、それだからこそそこに人がいるだけでジオラマは急に生き生きとしてくるんです。まずは駅のベンチから設置していますね。はい、それでは人を配置していきましょう。まずは学校帰りの高校生の配置です。実は田舎の地方鉄道にとって高校生ってとっても大切なお客さんなんです。僕が出張でよく訪れた山口県の山陽線も美祢線も朝夕は通学する高校生の皆さんでいっぱいでした。この子とこの子は友達で、この子とこの子も友達同士なんて考えながら配置しているだけで楽しいんですよ。今度は下りホームにやってきました。こちらのホームには駅舎があるので、その前に駅長さんを配置したら、やっぱりローカル線の立役者、高校生を配置します。下り線はこの先2駅しかないので、電車を待つ人も少なめにしました。今度は鉄道ファンの皆さんを配置します。あの頃は撮り鉄なんて言葉はありませんでしたが、鉄道ファンがたくさんいたことは今も昔も変わりません。今のようにデジカメではなかったので露出調整が難しかったんです。今日は樽の屋電鉄に温泉急行いで湯号が走り出す初日なんていう日だったのかもしれませんね。駅が終わったら今度は駅前の旅館たちを生き生きさせたいと思います。まずはおかみさんを配置します。旅館の前にはそんなおかみさんに見送られて温泉街に出ていく浴衣姿のお客さんを複数配置していきます。色とりどりの浴衣の色と温泉街を旅行している家族たちの楽しげなポーズが旅館前を賑やかせてくれています。ほら、こんな感じ。筧温泉っていいところね、などと声が聞こえてきそうな風景になりました。なんと人力車が出てきました。3系の人力車キットを以前組んで放置してありましたが、やっと出番が来たようです。人力車の前には親子連れのお客さんが足を止めて乗車交渉をしている観光地の楽しいひとときですね。3系の人力車2両あったので思い切ってこの温泉街で使ってしまうことにしました。なかなかいい感じになりましたね。当然人の営みは公園でも見られます。公園にちょっとした休憩ができるように椅子とテーブルを用意します。そうするとそこには人が集まってきて思い思いの時間を過ごしています。お弁当を食べたりお茶を飲んだり、そうなると街もパラソルを用意して日陰の演出をしたりします。初夏ですからそろそろ紫外線が気になるんですね。さて、
人と並んでジオラマに活気を与えてくれるアイテムがあります。それは自動車です。僕が子供の頃、横浜や川崎に住んでいた頃、自動車はお金持ちの家庭だけが所有していました。当然、僕の家には自動車はなくて、10世帯に1台あるかないかだったので、道には車はまばらでした。そんな時代の温泉街をイメージして車を配置していきます。そこそこあるけれど、渋滞ができるほどじゃない。そんな感じです。自動車のことはあまり詳しくないので、時代交渉が合っているかはわかりませんが、古そうな車を選んで購入しました。どうでしょうか。これらの自動車たちが人気の温泉街、筧温泉を演出できたでしょうか。屋根の取り付けですが、ジオコレのアーケードセットの屋根を流用します。その時に架線柱と接触する部分があるんです。よって屋根の一部をルーターで削って逃がし確保したいと思います。僕は近所のホームセンターで買ったプロキソンの MM50D というミニルーターを使っています。はじめはもっと安いのを使っていたんですが、やっぱり道具はある程度ちゃんとしたものが必要です。ピンセット、ニッパー、ヤットコ、面相筆などは多少高くてもちゃんとしたものを揃えましょう。加工ができたらホームに取り付けていきます。貧弱な細い足を交換しようかとも思いましたが、そのまま使うことにしました。ダメなら後日取り替えることもできますし。次は駅舎のある下りホーム側ですが、こちらも架線柱が当たる部分の屋根をルーターで削ってあります。駅舎のある部分は屋根の足を現物合わせで切り詰めて調整してあります。はい、上下線とも屋根がつきました。最後にタミヤの墨入れブラウンでウェザリングを行います。このような大雑把な部品には絵の具用の筆を使います。太い筆にたっぷり塗料を含ませて屋根の目に沿って流していきます。ムラになってもそのままにします。ホコリで汚れたりうっすら錆びたりを表現するものなので、均一に綺麗に塗らない方が味が出るんです。はい、これで完成です。我が家の地方鉄道樽の屋電鉄筧温泉駅が出来上がりました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この後は当ジオラマの見どころをスライド式にご覧いただきます。第1弾でホワイトボードに設計図を書いてから第7弾まで通しで見ていただいた皆様には心より御礼申し上げます。電吉クラブとしては初の作りながら紹介するスタイルはいかがだったでしょうか。次回作のためにもご意見やご感想をコメント欄にいただけるとすごく嬉しいです。また動画の評価もぜひお願いいたします。電吉クラブは N ゲージ歴46年の親父が今まで集めてきた車両たちやセクションジオラマたちを紹介しながら皆様に鉄分補給していただくチャンネルです。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。この後画面中央に157系鉄分マークが出てきます。それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークのオンもお願いいたします。またお目にかかりましょう。